ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、愛番ラーメンの跡地に誕生したサンマとマグロがベースのラーメンが提供するお店はこちらです。ドン。京王線芦花公園駅から徒歩3分くらいのところにありますサンマグロだし千久さんにお邪魔してます。こちら千久さんは2016年オープンのお店で、もともとこの千久さんの場所はニューヨークからやってきた愛番さんという方がオープンさせた愛番ラーメンっていうお店の跡地とのことなんですよね。この愛番ラーメンはね、一時期メディアとかにもめちゃくちゃ取り上げられてたんで、オールドラーメンファンのズルズルズなら知ってる人も多いんじゃないかと思います。サンマとマグロをベースにしたラーメンがいただけるということで、サンマがね美味しい季節になってまいりましてるんで、早速普通に行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、というわけで芦花公園駅から千久さんまで歩いて向かっていくわけなんですが、芦花公園駅といえばね、僕の大好きなラーメンさん、きつねさん、中華そばきつねさん、さらに今通るんですけどね、成城製菓っていう、綺麗系の塩ラーメンをやってるお店もあるんですけど、成城製菓並んでますね。さすが人気店。めっちゃ並んでるっていう感じじゃなかったですけどね、しっかりとお客さんついてるなって感じですね。いや、きつねもきつねと帰り食べようかな。きつねめっちゃ好きなんですよね。きつねのラーメン、中華そばきつねさんね、芦花公園駅の。そんな雑談をしているさなか、コメントを読ませていただきます。スリープさん、7年か、長いようで短いよね。俺も職人やってこの前ちょうど7年経った。新しく入ってくる子はなかなか合わなくて辞めちゃうから、未だに一番の下っ端だよ。すするさんのように頑張れます。そっか、職人の世界ってやっぱ長い人が上に行くのかな。もちろん技術がある人が上に行くっていうパターンもあるんでしょうけど、でもどうしてもね、職場の人間関係とかってのはやっぱ難しいところがありますからね。自分のストレスとかにならないようにね、長く続けていけるように頑張っていきましょう。ヤキジーさんのねコメント欄にあったんですけど、某大 OB として一応指摘させてもらうと、早稲田生なんですかね。メンジーの発音はバンジーと同じじゃなく CG と同じです。メンジーだったんだってことはヤキジーってこと。メンジーヤキジーってことなのかな。そして今日珍しくね、オープン前に撮影させていただくっていう感じで、ちょっと許可を取ってまして、とりあえずね店内の方行っちゃいましょう。レッツゴー。さあ、サンマグロだし千久さんショーケースです。今回はワンタンそばとおすすめトッピングだという30個限定のだし卵、さらにチャーシューエッグ丼もプッシュしました。うちの1歳になる子がすするさんをつけると泣き止みます。ぜひこのポテンシャルにすするさんのコメ編欲しいなと思いコメントしちゃいましたっていう結構言うみたいなんですよ、こういう。なんでだろう、なんかあんのかな、マイケル・ジャクソン的な。マイケル・ジャクソンって子供泣き止むんですか。違うかね。やばマジで、今のフリーズやばいっすよマジで。固定？そう、布袋寅泰泣き止みますよ。なんだっけ、固定じゃなくて、あれめっちゃ聞かせて反町。そうだなんだっけ、そうポイズン聞かせると泣き止むっていうマイケルあれか、話はあります。アルファ波が出るみたいな、めっちゃ癒されるやつか。そうなんですね。マイケル・ジャクソン。新一郎さん、高田馬場といえばカレッジというお店が有名です。ぜひ行ってみてくださいっていう来てるんですけど、カレッジって学生ローンなんですよ。めちゃくちゃいじりに来てんだこいつは。駅出たのこの。そう雑居ビルの中に入ってる学生ローンなんですよこれ絶対。めっちゃ面白い。キキルさん、良き革ジャンを着こなしていて、さすが奥様のセンスは半端ないなと思う次第です。ありがたいですね。成田さん。成田さん、でも革ジャンあれなんですよね、コーデしてもらうみたいな企画を YouTube でやったんですけど、なんかそれの時に買ってきてもらったやつなんで、あれはそのファッション系の YouTuber の人たちのおかげっていう感じですかね。ちなみに改めて説明すると、先ほど映っていたのはパイウォーターのパイ青木さん。パイウォーターはラーメン店のみならずお寿司屋さんや和食の名店など名だたる名店に浄水器の設置があり、水質まろやかでラーメンの場合は出汁が出やすく、より旨味が強く雑味もなくなるんだとか。全然案件じゃないけど案件かっていうくらい詳しく説明して、さんま節の香り漂う店内で待ってるぞ。こちらがサンマグロだし千久さんのワンタンそばとだし卵トッピングです。先ほどから香っていたさんま節の香りが着丼と同時により一層ぶわっと広がる。魚の節系の香りはいつだってすするの食欲をかきたててくれるぞってことで、いただきます。ではまずスープから飲んでみましょう。ボキュメイ。さんま節の香りがブオンと力強く鼻孔を刺激し、やはり節系の風味は和風な美味しさになり、これは日本人なら本能で愛せるスープ。鶏などの動物系のスープがベースになった安定した土台の上にしっかりと魚介の旨味が乗っていて、明石家さんまさんのトークのように飲む手が止まりません。さあお次は麺をリフトアップし、よっしゃスーズルつめん。
つるっとすすれて歯ごたえしっかり、コシもある運命麺でスープもがっちり持ち上げて和だしのうまみも感じられる。店主さんの地元だという岩手県産の銀河の力という小麦粉や焙煎した全粒粉などを使用しているとのことで、素材の力が存分に発揮されている。ラーメン食ってる感を堪能しまくり、センキューさんだけに感謝の気持ちを伝えたい。サンキュー。小ぶりなチャーシューも食べやすく、柔らかくジューシーで噛めば噛むほどうまい。過去の女性とのコラボしている動画を見てたら、普段一人で食べている時よりすごいにやけてるというコメントをラーメン大好きコバさんからいただきましたが、今回もかなりにやけてるんじゃないでしょうか。さて今度はてるてる坊主型のワンタン。味付けは中華風のパンチ強めなもので、皮は仙台の名店であるウーフーシンさんのシルクワンタンを使用しているとのこと。表面滑らかで皮自体は薄め、飲めるような喉越しがありつつ、皮そのものの風味も良くて、マジでこのワンタン神レベルでうめい。それではここでチャーシューエッグ丼の登場。黄身を崩してからパクリと食らってみると、シンプルな目玉焼きオンザライスに炙られたチャーシューの香ばしさが乗るグッドモーニングなもの。スープと合わせればおはようからお休みまで担うフラワーキングになれます。さてここで何気なく背脂美味しそうですねと店主さんに言ったところ、特別に背脂を提供していただきました。ありがとうございます。センキュー。早速投入してすすってみると、動物系の旨味とコクが増し、これがまためっちゃうまい。ちなみに発見機には背脂生姜ラーメンはあるものの、背脂トッピング単体はないのでご注意ください。てな感じで魚介系に鶏、そして豚の旨味が合わさった三味一体な美味しさは、すするに一切の横目を許さない魅力を発揮。チャーシューエッグ丼との連携もより強固なものへとグレードアップ。麺、スープ、トッピングと全てにおいてクオリティ高く、最後まで食べる手を休ませない虜になる美味しさを流刀流美として優雅に待ってる。ラストに色白でありながらスープに引けを取らない存在感のだし卵のだし感も味わいながら食らって、本日も完食です。大変美味しくすすれました。これはもっと評価されてもいい非常にハイクオリティで運命いっぱいでした。それではごちそうさま。はい、ごちそうさまでした。いやー、サンマグロそばセンキューさん行ってきたんですけれども、うまかったですね。もう店内の香りがまず良かったです。ずっとこのサンマ節のね香りが店内に広がってて、節系の香り、そして味が好きなすするとしてはビシッとハマる美味しいスープでしたね。スープは一口目からねサンマの味がブワッと広がって、目に恥じないサンママグロの旨味がしっかりと溶け込んでいて、それでいて後味はスッと消える感じでしつこくなく、もうグイグイ飲めちゃうスープでしたね。そして麺はお店の上で打っているという自家製麺で、あの麺もねすごくツルツルっと喉越しのいい食感で、風味も良くてね麺めっちゃ美味しかったです。トッピング類もねすごく抜かりのない美味しさで、特にねワンタンは結構感動するぐらい美味しかったですね。宮城県のウーフーシンというお店からワンタンの皮を仕入れてるらしいんですけど、もうまさにシルクのような、もう絹のような喉越し、ワンタンは結構衝撃的にうまかったですね。さらに出汁が打ち込まれた味玉もしっかりね味がキリッと効いていて美味しくて、すごくねトータルのバランスがいい一杯でしたね。かなり美味しいんですけど、なんか意外と流行ってないらしくて、結構隠れた名店的な感じになってるんで、全然感じだったらもっと流行ってていいだろっていう、もっと混んでていいんじゃないって思える味でしたね。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、サンマグロだしセンキューさん、明石家マグロやサンマとマグロで。